お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。じゃーん。揃いました。3種類。ローソンさんで天かす出てて、ファミリーマートさんでガーリックパワー出てたんですけど、ようやくセブンイレブンさんでこちら納豆キムチが発売になりました。イエイイエイということで、はい、今日は3種類6個のペヤング超大盛りギガマックス食べ比べをやってみたいなと思います。天かすガーリックパワーはいろいろと噂を聞いているので楽しみですが、今日も楽しく食べていきたいと思います。見てねー。はい、ということでまず超大盛りギガマックス納豆キムチ味食べていきたいと思います。はい、かやくこれですね。ドライ納豆、キムチっぽいソースかな。あといつものかやく。小鍋1杯分のお湯を使いますね。はい、では3分測りたいと思います。Hey Siri、3分測って。はい、3分からカウントダウンします。はい、たった。なんか出汁出てそうだな、色が。ダダーン。ほんでソースと後入れかやくを入れてよく混ぜる。あ、なんかほんと色がキムチっぽい。これ最後に振りかけるか。先に混ぜるね。あ、めっちゃいいキムチの香りがする。よし、だいたいいい感じです。はい、でちょっとお皿に盛ってみて重さを測ってみようかなと思います。はい、うわー、納豆の匂い。重さは 760g ですね。それでは早速いただきます。結構納豆の香りが強めですね。お皿の限界がきそう。うん。ペヤングらしさはもうこう麺の感じだけだと思います。味は全く違う。だいぶキムチが強いです。うん。うん。で、たまに納豆香ってくるみたいな。うん。味結構しっかり食気がある感じ。キムチちょっと甘いのとかもあるじゃん。だけど甘さはほとんどこうないですね。なんかね、納豆は噛んでくると糸引いてくるわ。これあれかな、混ぜた方が良かったんかな、一緒に。もう一個は混ぜてみよう、最後。キムチのタレと一緒に。そんなに辛さは、いやでも辛いか。ピリ辛ですね。まあまあ。うん。はい、1個完食しました。いつものペヤングと味が全然違うので面白いですね。納豆がそんなにめちゃくちゃ納豆しとるわけじゃないので、次は一緒に混ぜてみたいと思います。はい、次はこちら天かすをいきたいと思います。
焼きそばソースと後入れ火薬と、あといつもの火薬。後入れ火薬は天かすかな。これ焼きそばソースがいつもの袋と違いますね、色がね。はい。おお、あ、何これ、ソースが全然違う。サラサラしてない。結構重めでしたね、今ドロッと感が。混ぜるよ。いつもはさ、ペヤングのソース下の方に残るんだけど、これ残んないっすね。混ぜ時間がめちゃめちゃ短い。これも測ってみます。おい、変な風に開いちゃった。紅生姜も入ってるわ。796g。それでは2つ目いただきます。うん。うん。うん。なんかね、ちょっと甘めのソースな気がする。うん、美味しい。うん、しっかり青のりが入った天かすが美味しいです。うん。うん。はい、なくなりました。結構天かすの風味と紅生姜の風味がいいですね。結構ドロッとしたソースが麺によく絡んでましたね。ちょっとだけ甘みがある焼きそばソースっていう感じです。次ラストはこちら、じゃじゃーん、ガーリックパワーいきたいと思います。これシンプルですね。いつもの火薬と焼きそばソースの色が違うのと、こっちの火薬にガーリックチップとなんかお肉のベーコンみたいなチャーシューみたいなのがありますね。もうちょっとガーリックの香りがしますね。チップの。おー、すごい。これやばい。おお、これはやばいよ多分。もう鼻くっつけた瞬間にあってなりました。あって。785g。はい、麺は300で共通で、ちょっとだけ重さが違うのはこのトッピングとか火薬とか、あとソースの量みたいです。はい、では早速いただきます。すごいこれ。ニンニクが大爆発する。これ私混ぜてないかな。
いや、まあざっとうな。ニンニクが大爆発する。味が結構しっかり濃いですね。これ一番味的にはジャンキーかもしれない。もうガーリックの香りが口の中で大爆発します。パーンってニンニクって感じになる。パタン食べた時のことを思い出す感じですね。パタンもニンニクがグッて効いてる焼きそば系なんですけど、二郎系とかでもここまでこう全体にニンニクがいくほどニンニクってのせないと思うので、もうずっとニンニクですもん。ずーっとニンニク。でもトッピングのニンニクチップよりも明らかにソースですね。ソースのガーリック感がすごいです。はい、なくなった。一品の料理にこれでもかっていうぐらいガーリック入れた時の味っていう感じです。もうガーリックに全部持っていかれますみたいな、そういうバランス感の塩焼きそばですね。おそらくカテゴリー的には塩焼きそばだと思うんですけど。はい、これで3種類全部食べたんですけど、ちょっとこれから味変かな、ちょい足しをしてあと3つ食べていきたいなと思います。入れちゃう。近かった。で、さらにこちらにこれを足したいと思います。大好きな田辺の卵の田辺さんのとこで作ってるマヨネーズ、マヨマックスにします。混ぜます。最高。おりゃ。はい、おもりきがマックス納豆キムチマヨ目玉トッピーです。ペヤングやっぱちょっと油分を補ってあげると格段にすすりやすくなるので、マヨネーズをがっつり混ぜ込んでみました。それではいただきます。納豆キムチマヨからいきます。おお、スルンスルン。納豆さ、混ぜた方がいいかもしれん。全体的に納豆の香りが行き渡ります。美味しい。うまっ。ガンガンすすれますね。辛さも結構マイルドになります。やっぱなんか乗っけるとさらに美味しくなるよね。納豆ぐわー混ぜるのはやってほしい。納豆のネバネバ感がしっかりあります。
はい、完食しました。めっちゃ美味しい。納豆キムチマヨっていう組み合わせは本当裏切らないって感じですね。納豆を混ぜ込んだ方が納豆のネバネバ感と、あと全体的に納豆の香りがするので良かったです。私は混ぜ込んだ方が好き。では次、関西天かすをアレンジしたいと思います。焼きそばソース、ごま油、ガッとかけます。ガッと。はい、続いてはごま油と卵のトッピングです。いただきます。なんかね、屋台焼きそば感が出ます。おむそば。香ばしい、美味しい。なんか甘さがちょっと引き立つかも。天かすの香りもしっかりしてていいですね。はい、完食しました。ごま油の風味がね、合いましたね、すごく。屋台の焼きそばみたいな雰囲気になります。はい、それにスクランブルエッグ乗っけるともうたまんない感じですね。それでは、ラスト、ガーリックパワーで締めたいと思います。じゃーん。チーズソースをかけたいと思います。はい、ということでラストのラストはチーズソースがけでオリーブオイルをぶっかけてチーズソースをかけましてっていうガーリックパワーです。いただきます。チーズソースは今回ガーリックとか入れずに牛乳とチーズだけですね。シュレッドチーズに片栗粉をまぶしてで牛乳をちょっとずつ入れてシチューぐらいの濃度になるまでちょっと伸ばしてっていう感じで作っています。最高。ものすごいぼってりしちゃった。今までやったアレンジの中で一番こってりしてるかもしれない。このチーズソースとガーリックの相性がめちゃくちゃいいです。パスタみたいに見えるね。ペヤングだよ。うまっ。適度に効かせた胡椒もいい感じ。
もうだいぶねイタリアンな食べ物になります。おいしい。ラスト。はい、完食しました。ごちそうさまでした。はい、今日もしめしわでちょっとねコップがいつもと違います。このグレープフルーツ乾杯。味が結構しっかりしてる。結構ギュッとグレープフルーツの香りが強くて、やっぱピールが入ってる分苦味もちょっとあってね、特濃って感じ。本当に美味しい。さっぱりする。はい、ということで今日はペヤング超ギガマックス3種類食べてみましたが、私はどれが好きかと言われると迷うな。ガーリックかな。はい、ガーリックは本当に味とか香りがめちゃくちゃ強いので、そのままお酒のおつまみになるんじゃないかぐらいのレベルの味をしてます。なのでこういろいろ足しても全然薄くならない。キムチ納豆はぐわーって混ぜて、マヨネーズも一緒にぐわーって混ぜてが超私好みでした。マヨが足したいね、あれに。で天かすはソースがちょっといつものペヤングと違って、で天かすの香りとあと紅生姜の香りがそれに合わさって美味しかったなって感じです。おむそば作るのに最高。それぞれに全然味の特徴が違うし、もともとのペヤングの味とも結構違うと思います。ただなぜか部屋の香りはペヤングです。はい、それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。皆さんの好きなカップ麺は何ですか？それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。